おはようございます。たかしです。本日は1月30日火曜日、ただいま9時25分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。有料投稿にご興味があれば2月までにご入会いただけるとお得です。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。現在ポンド円は冷やし単位でダブルトップを作って下落するのかなという風に見えます。ここ直近の動きを見てますと高値圏での揉み合いですので、この揉み合いを経て上昇するのか、それともここから下落していくのかっていうところですね。もし下落する場合は GMMA の青帯付近までは下落してくると考えますので、だいたい186円付近までの下落を想定しておきたいです。ストキャスティクスも下落中ですので、基本的には上値が重くなってくると思いますが、なかなか下落するにも底堅い動きもしてますので、下がったところから売っていくと逆向きの動きに巻き込まれる可能性があるので、それはご注意ください。現在は底堅いし上値も重いという状態ですので、下落方向へトレードするのであれば、上がったところから売っていく、そして引きつけるということが大切です。では4時間足です。4時間足を見ていただいても、ここのところずっと動いていませんよね。上がったり下がったりっていうのを繰り返しているだけですので、かなり難しい相場にあるっていうことがわかります。ただ逆に言えば、ここでのレンジですよね。現在地付近が下限、そして 188.6 付近が上限のレンジになってますので、そのあたりでの動きになってきております。現在地っていうのはちょうど下限付近です。ここを下抜けてくると、このオレンジの水平線付近、186円ぐらいまで下落していくと考えます。これが先ほど冷やしで言ってました、冷やしの GMMA 付近ですね。ですので今はちょうどここを下抜けるのかどうかっていうところに注目です。ストキャスティクスは安値圏に来ておりますので、そろそろ反発してもおかしくない。そんな雰囲気も感じますが、昨日からずっと上値も重いですので、もしかすると本日は下抜けてくるかもしれない。下抜けると186円ぐらいまでの下落を見ておくのがいいと思います。では1時間足です。先週の動きを見ていた時にこのピンク丸の高値をつけていたんですが、こんな感じで高値を切り下げてきていたんですね。なのでここからこのまま黄色のボックスを下抜けるのかなというふうにも考えていたんですが、金曜日にそこを上抜けてきました。そして GMMA の青帯の上にも乗せてきたので、ここからは GMMA の青帯がサポートになって上昇していく、そして直近の高値を目指していく189円付近を目指して上昇するのかなということを考えておりました。ただし結果的には昨日 GMMA の青帯を下抜けてきましたので、今度は GMMA の青帯がレジスタンスになってますよね。昨日の夜には GMMA の青帯で上値を抑えられての下落になってきております。現在はレンジの加減にありますので反発しやすいところではあるんですが、先ほど4時間足で言いましたように下抜けると比較的大きめに下落していきますので、そこはご注意ください。現在1時間足 GMMA は横ばいで分かりにくい動きをしておりますので、基本的にはこの黄色のボックスの下限からの反発上昇、そして上限付近に近づけばそこからの下落っていうところをイメージしておくといいと思います。そして昨日はずっと下落はしてきているんですが、4時間足のストキャスティクスはそろそろ安値圏に入ってきますので、そこもご注意ください。そろそろ4時間足単位の反発の上昇に入るかもしれないというところ、そして現在はレンジ加減ですので、もし戻り売りをするのであれば188円付近まで引きつけてからの下落の流れに乗っていきたいですし、現在地付近はどちらかというと反発の上昇しやすいところでもあるので、売る場合も買う場合も引きつけておかないと、現在地付近から売っていった場合は逆にレンジの上限に向かって上昇していくっていうことも考えられますのでご注意ください。上がったところを売っていく、もしくはレンジを下抜けてからの下落の流れについていくっていう考え方が安全です。では次はドル円を見ていきます。まずは冷やしからですね。現在こちらも GMMA の青帯を上抜けてはきたんですが、ただそこから GMMA の青帯にサポートされに行くような今動きをしている途中と考えてます。つまりこの直近の上昇に対する調整の下落ですね。ストキャスティクスも下落中ですので、基本的には上値が重くなる、そういう地合いです。ただしなかなか下げきれずにいますので、本日あたり一度しっかり押しをつけてくるのか、それとも現在はこの辺現在地付近で揉み合ってますよね。ここのところずっと何日も揉み合っておりますので、この揉み合いを経て次の上昇に向かっていくのか、それとも一度深く押しを作ってからもう一回上昇方向に向かおうとするのかっていうところを見ておきたいです。今は基本的に日ごとに上がったり下がったりとしておりますので、方向感はありませんので、トレードをするならそういう中でのトレードになるということを認識しておく必要があります。基本的にはストキャスティクス下落中で上値は重くなる、その中でそれでも底堅い動きをしているっていうのが現在のドル円です。では4時間足です。4時間
間足 GMMA の青帯は上向きなんですね。ただ直近を見てますとこの青帯横向きになってきてますよね。つまり大枠ではレンジで動く可能性をここからは考えておきたいです。今基本的に方向感はなくなってきてますよね。24日の水曜日に安値をつけてそこから上昇方向に動いたんですが、結局また GMMA の青帯の下付近に昨日は下落してきております。現在も下落方向から始まってますので、上値が重いのがわかります。このまま下落していった場合は、このオレンジの水平線付近 146.5 付近まで下落していくと考えます。ストキャスティクスはそろそろ安値圏ですので、それはご注意ください。そして今 GMMA の青帯を下抜けようとしてますので、これ下抜けてきて次の上昇で GMMA の青帯で上値を抑えられるようですと、ここから大きめの下落に入っていきますので、一旦は 146.5 付近がターゲットですが、その次は145円付近になりますので、そのあたりまで大きく下落する可能性を今は秘めておりますので、もし上昇方向で考えておられる場合は、その辺は注意をしていきたいですね。ただ基本的に今上昇トレンドまだ完全に崩しているわけではありませんので、下がったところは買われやすいんですね。ですので、下がったところっていうのは比較的買い圧力が強く入っているのもわかりますので、こちらもポンド円同様、売る場合は引きつけて、上がったところを売っていくですね。買う場合も同じように、下がったところ、しっかり下がりきっているのを確認してから買っていかないと、今基本は上値は重いというところですので、日足を見ていてももう少し調整をするのかなと考えられますので、下がったところから買っていく、もしくは上がったところから売っていくという、引きつけてトレードする、ポンド円と同じですけれども、基本的にはしっかり引きつけないと、どちら方向に行くのかがわからないのが現在の相場ですので、その辺はご注意ください。では、1時間足です。1時間足は赤いトレンドラインを引いておりました。この角度で上昇していたんですが、昨日はそこを下抜けてきました。そこから今下落が加速している形なんですが、このまま下落していったらこの辺ですね、146.6 付近まで下落していくのかなと考えられます。そうするとこのすぐ下に先ほど言ってましたラインがあるんですね。146.4 付近がありますので、そのあたりまで下落する可能性がありますが、現在はこの辺の安値が意識されてますね。147円付近というところが意識されてますので、ここから反発していくのかどうかっていうところです。4時間足を見ていると上値が重い、そして1時間足はトレンドラインを下抜けてきてますので、基本的には下落方向の圧力がかかりやすい試合ではあるんですが、やはり先ほど言ったように、現在は147円という節目が意識されておりますので、ここからの反発も考えられますので、売っていくのであれば上がったところから売っていかないと、現在今結構下げ切っている感がありますよね。なのでここから売っていくのじゃなくって、まずは例えば GMMA の青帯付近まで上昇してきて、そこから上値を抑えられればそこからの下落っていうのを考えておく。それからいつも言ってますが、ストキャスティクスが安値圏にある時のショートエントリーは優位性がありません。今ちょっとこの安値圏にはないんですが、もう少し下がってくれば再び安値圏に入ってきますので、現在の雰囲気を見てますと、今のこの1時間足が確定したタイミングでストキャスティクスが安値圏に近づいてきますので、そうするとここからはショートエントリーは優位性がないということになりますので、そこはご注意ください。ですので強く下げている時っていうのはそこの流れに乗っていくんじゃなくって、しっかり一度買い足でもいいので反発の上昇を待つ、そこから一旦反発してから次の下落の流れっていうところをイメージしておく。基本的には4時間足は上値が重い、そして1時間足では小さく下落トレンドを描いております。昨日から小さく下落トレンドを描いている、それからトレンドラインも下抜けている。ですのでこの下落トレンドに乗っていくのがいいんですが、もし買い目線で考えている場合はこのトレンドラインの中に戻してからの方がいいですね。この赤いトレンドラインの中に戻してくればそこからは一旦上昇を見ておきたいんですが、そのトレンドラインの下にある間は基本的には売り目線で見ておくのが安全です。ただ先ほども言いましたように節目があります。147円付近、そして 146.5 付近というのは節目になってきますので、その辺に来ると結構強めの反発が起こる可能性もありますので、そこはご注意ください。ポンド円もドル円もそうですが、今分かりにくい相場になっておりますので、無理してトレードする必要はありませんので、分かりやすい形を作ればトレードをしていくという風に心がけておくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。
ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得ですが、2月から値上げをしますので、できれば今月中に無料期間をお試しいただく方がお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。